テセウスは古代ギリシャ神話に登場する英雄で、アテナイの王として名高い。彼の出生には謎が多く、母親アイトラがアイゲウス王とポセイドン神の両方と関係を持ったとされている。この二重の血筋が、テセウスの英雄としての資質を裏付けていると考えられている。テセウスの生涯は冒険と試練に満ちていた。若くしてアテナイへ向かう途中、多くの危険な敵を倒している。特に有名なのは、巨大な棍棒を持つペリペテスとの戦いだ。テセウスはペリペテスを倒し、その棍棒を自らの武器として使うようになった。アテナイに到着したテセウスは、父アイゲウス王と再会する。しかし、王姫デイヤはテセウスを脅威と感じ、毒殺を企てる。アイゲウス王は間一髪でテセウスを救い、メデイヤを追放した。この出来事は、テセウスの正当な後継者としての地位を確立することとなった。テセウスの最も有名な冒険は、クレタ島のミノタウロス退治だ。アテナイは毎年、7人の若者と7人の乙女をクレタ島に貢ぎ物として送っていた。彼らは迷宮に閉じ込められ、人食い怪物ミノタウロスの餌食となっていたのだ。テセウスは自ら志願してクレタ島へ向かう。クレタ島では、ミノス王の娘アリアドネの助けを借りてミノタウロスを倒す。アリアドネは糸玉をテセウスに渡し、迷宮から脱出する手がかりとした。この、アリアドネの糸は今日でも、複雑な問題を解決する手段を指す比喩として使われている。テセウスはミノタウロスを倒した後、アリアドネと共にアテナイへ帰還する途中、ナクソス島に立ち寄る。しかし、ここでテセウスはアリアドネを置き去りにしてしまう。この行為の理由については諸説あり、神々の介入や政治的な判断など、様々な解釈がなされている。アテナイへの帰還の際、テセウスは父との約束を忘れ、黒い方白に変えなかった。これを見たアイゲウス王は、テセウスが死んだと誤解し、海に身を投げて自殺してしまう。この悲劇により、テセウスは新しいアテナイの王となった。テセウスの知性は、アテナイの発展に大きく貢献した。彼は周辺の小さな共同体を統合し、アテナイをより強力な都市国家へと変貌させた。また、民主制の基礎を築いたとも言われている。これらの功績により、テセウスはアテナイの建国の英雄として崇められるようになった。テセウスの晩年は波乱に満ちていた。彼はアマゾネスの女王と結婚するが、この結婚は新たな戦争を引き起こす。また、親友ペイリトースと共に冥界へ下り、ペルセポネを略奪しようとするが、失敗して冥界に囚われてしまう。後にヘラクレスによって救出されるが、この間にアテナイでは政変が起こっていた。テセウスの最後については諸説ある。スキロス島で暗殺されたという説や、崖から落とされたという説など、様々な伝承が残されている。死後、テセウスはアテナイの守護神として崇められ、その遺骨は神聖な遺物として大切に保管された。テセウスの物語は、古代ギリシャ文学や芸術に大きな影響を与えた。特に、アリアドネとの恋や迷宮でのミノタウロス退治は、多くの作品の題材となっている。また、テセウスの生涯は、英雄の典型的な物語構造を示すものとして、後世の文学や神話学研究にも大きな影響を与えている。現代においても、テセウスの物語は様々な形で語り継がれている。映画やテレビドラマ、小説など、多くのメディアでテセウスの冒険が描かれている。また、テセウスの船という思考実験は、アイデンティティの本質について考える哲学的な問いとして知られている。テセウスの伝説は、勇気と知恵、そして人間の複雑さを象徴している。彼の物語は、英雄の栄光と同時に、人間的な弱さや過ちも描いており、それゆえに今日まで人々の心に深く刻まれ続けているのだ。